回は鬼滅の歯柱稽古編4話無一郎ニコニコに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。おい笑顔犬系かな、ニッコニコめっちゃ笑顔、デレがすごい。ハンダの男が入り口立ってたら怖くない？この対応の作用、このカラスになじられたい。近づ釘宮の対応、これは良いほかご褒美すぎない？こいつらも派で柱の稽古は突破してんだよな。オリジナルシーンで釘増量、カラス最高や。カラスの声が神楽と星海坊主ということについて、やはり真意はあの夜シーンで正解だった。そういや夜ウサギ家族揃ってんな。アブトもいるしね。紙飛行機名人、切れ味抜群だ。すっごいいい切れ味。紙飛行機あったのかってことは、この大正時代の日本に飛行機の概念があったのか。そんな深いこと考えてないと思うよ。明治後期には一人乗りの飛行機を飛ばいてたな。年にはイギリスの記録であったみたいだし、大正には伝わってそう。紙飛行機という名称じゃなかっただけで、紙をあの形にして飛ばすのは昔からあったんじやないかな。モブ隊仕様の刀か。金森さん奥さんいなかった？こういうオリジナルは好き。完全にオリジナル展開です。お舘様話せる状態じゃなかったじゃん。おいおい無一郎いきなり進化しすぎ。大正時代に紙飛行機あるんか。そもそも飛行機がないだろ。紙飛行機という言葉そのものはないが、折り紙を飛ばす遊び自体はあったようだ。ちゃんと服着てる。無一郎ってどんな普通に喋るのか。やっぱムキムキ炭治郎ちょっとキモい。後の肉壁、この温度差よ。無一郎の無は無情の無。雑魚頭は弱いな。まあこう見えてより徹君もムキムキだったからかなり優しくなったな。心折りに来てる。楽しめ方もきつい。なんかこのモブ主人公みたいだな。厳しいけど言ってること正しいよな。長男への要望タイム、軽く死にたいのか。この後の戦いを思うとこの稽古がいかに正しいかわかる。炭治郎の身分は低いのか。この時点で上から2番目。もっとカラスに喋らせてほしい。まあ言ってること間違ってないしな。普通のカラスの鳴き声。しかし柱と墨チーム以外弱いなおに殺せたい。類相手の時点で長男も日の神神楽なしじゃ勝負になってなかったしね。鬼相手じゃ一度負けたら即死だからな。炭治郎が皆の長男とかしてないか。なんだろう、モブ大使にイラっとくる。隊員を死なせたくないから。他の大使も結構仕上がってんな。柔らかいどころの話じゃない。最終章での輝きが増しまくる。炭治郎は参加しないのかな。モブ隊員との交流を書けば描くほどが辛い。炭治郎結構ゴミお化けよね。ズバズバ言ってるけど全部正論なんだよな。っていうかあれで折れてたら風や蛇んとこで死ぬぞあいつら。いいよねモブ大使との交流。そういやこれでも軟化した方なんだよな。稽古についていけないなら死ぬだけなんよ。そういえば女性大使が一人もいない。無一郎は正論というお直球で投げつけていくスタイル。決め柱で後輩に教えるのうまいの誰だろうな。坂井髄さんは結構指導者としていい感じだと思うんだが、無一郎もうまい方だと思う。蛇も風もひたすら大使痛めつけてるだけだし、ガンは弦はたるにうまくねえって言われちゃってるし、一般大使は考えが甘いな。ロック女の目玉だ。無数の目玉ロックンロール。これはさすがに多すぎでは。メタルモンスターの存在をアピールするとともに倒したはずの一倉をアピールするスタイル。メタルモンスターが目玉の親父がいっぱい。鬼の親玉だから上限と派で柱の嫁を聞いた声じゃの。あんまり突っ込むのもあれだけどモブ大使なんか志低くない？訓練で変えていく予定なのかね。いざ戦闘になったら薩摩並みに捨てが丸から安泰じゃ。まあ上との実力差があまりにも開きすぎててメンタルが折れてるのはあるだろうな。もともと俺は安全に出世したいんだよって感じのやつもいるしな。拾われた孤児とか金に釣られてきたやつとかも多いからな。メタルモンスター来たな。このロッカーマジで使えるな。兄折でメタルモンスターの出番多いな。おいロックな鬼が来た。反転具生きてた？いつかで旅輪の鬼だよ。噂のメタルモンスターだ。兄折ですか。上限のロック集合体恐怖症。想像より物量任せの探し方だった。エグゼイド生命でいいんじゃない。この女の異空間使いだよね。上限になったの？上限欠員でまくり出しね。席空いたから蒸気を逸した能力。無一郎そういう感じで走るのか。これが噂の無惨殴ったロッカーか。日本のロックは大正時代から始まった。C パートもある構成かな。一倉ってもともと反転具の孤児だっけ。もう上限の新任を任命したのか無惨様。泣き目の髪の毛リアルすぎない？あそこまでやられるとさすがに刀鍛冶の里もバレますわな。無一郎のカラスが一番個性強いせいかで番増えたな。いかがでしたでしょうか。原作では数ページだがアニメでは新規の兄折があり、無一郎たちが紙飛行機大会を楽しそうに遊んでいたのが良かったです。それでは次の動画でお会いしましょう。